みんな牛肉は好き？大好き。夏休みにね、子供牛丼半額キャンペーンをやってて、よく食べに行ったよ。うちも。あとはお祝いの日は焼肉食べに行くんだ。パパがハラミ大好きで。僕牛タン。お家でもよく食べる？あんまり気にしたことないけど、お肉は僕も妹も大好きだよ。鶏肉とか豚肉とかの方が多いんじゃないかな。お母さんが今日はリッチに牛肉よって言ってたから。そうね、今のスーパーだと普通一番高いお肉が牛肉だからね。次に豚、そして鶏肉。お米の自給率はほぼ 100% に対して牛肉の自給率は最新のデータで約 40%。 日本で流通している牛肉の半分以上は輸入したものなんだ。そうなんだ。日本の牛肉って神戸牛とか松阪牛とか有名だよね。1回ぐらい食べたいな。輸入している牛肉のほとんどはアメリカかオーストラリア産。ここまでの内容は中学入試に出たことがある。今日はこれからそんな牛肉について生産や輸入の歴史をいっぱい話すよ。先生が受験に役立つ話してる。今日こそテストに出ることやるの？もちろん。今日のこの後の内容はテストには出ません。やっぱりそういえば昔の日本って肉って食べなかったんだよね。この前のペリーさんに出したお食事もお肉ほとんどなかったもんね。教科書にも明治時代に牛鍋ができてお肉食べるようになったって書いてあったよ。そう、昔の日本ではみんな仏教の教えを大事にしててね。仏教では牛とか豚とかそういった動物を食べるのを避けてたから、あんまりお肉を食べることはなかったって言われてるよ。でもいくつか記録は残ってるの。ペリーの回で出てきた水戸藩の藩主だった徳川斉昭は牛肉が好きだったって言われてるしね。他にも彦根藩、今の滋賀県の藩主だった井伊家、ここではね、オランダ式のお医者さんの勧めで牛肉を食べていたみたい。滋賀県といえば日本三大和牛の近江牛を育ててる場所だね。知らなかった。実は食べてた人もいたんだね。さっきの徳川斉昭の話には続きがあってね、彦根藩に井伊直弼っていう人がいたんだけど、摂政を嫌って牛肉を食べるのやめちゃったの。でも徳川斉昭は牛肉食べたいって送ってってお願いしたんだけど、断っちゃったんだよね。それ以来井伊直弼と水戸藩は仲が悪くなったとかならなかったとか、そんな話があったりします。で、さっきパンちゃんが言ってたように明治時代になって牛肉を食べるようになったの。これは西洋が肉を食べているのに自分たちが食べないのはおかしいと、進んでいる西洋を見習うべきだって政府がみんなにおすすめしたことがきっかけね。中でも明治天皇が明治5年に牛肉を食べたって、これはね、大きなニュースになったって言われてる。偉い人が食べたらみんな食べてもいいよってなるよね。牛肉美味しいからね。そういえば牛鍋って何？牛肉を味噌や醤油ベースの煮汁で煮込んだものよ。他にも牛肉を串に刺して煮込んだ料理や牛のお肉を数日煮込んだものにネギを入れてご飯にかける、今でいう牛丼の原型みたいなものもこの時に出てきてるの。日本人って食べ物をいろんなアレンジするのが好きだよね。でもこの頃政府がおすすめしていた反面、実は食べるための牛は一部を除いて育てられていなかった。牛を育てるって言ったらその目的は農業や運搬、畑を耕したり物を運んだりね。そのために増やして育ててたくさん働いてもらって、最後に年を取ったらお役御免、このあと食用にしよっかっていった感じ。食べる目的で育ててないから味はあんまり良くなかった。
和牛とか美味しいイメージがあったから意外。明治時代でも神戸牛は当時の西洋人に美味しいって評判になっていたから人気だったけど、他の地域は牛を食用に育てるっていうのは一般的じゃなかったみたい。第二次世界大戦が終わったあたりは牛肉よりも豚肉の方がお値段高かったんだよ。今とは逆なんだね。ここまで牛を育てているのは農業で働いてもらう、これが目的だったけど、戦争が終わった後に徐々に変わっていくよ。きっかけは農業の機械化。耕運機とかトラクターとか機械を使って田んぼを耕したり収穫したりするようになっていったの。機械の方が効率いいもんね。当時は高度経済成長で地方からどんどん人が都会に出ていっちゃうようになって、農家で働き手が不足するようになった分を機械化で効率してってね。その結果、畑仕事のための牛を育てる必要がなくなってったの。その一方、高度経済成長で豊かになって食事が欧米化、つまり牛肉の消費量が増えたんだ。だから今度は食べるために牛を育てましょうって切り替わっていったの。60年代半ばに食用牛の飼育が進んだけど、増えていくニーズに生産量はなかなか追いつかなかった。だから外国から牛肉を輸入したよ。どれぐらいかっていうと、1955年は1300トンだったんだけど、2年後にはなんと20倍、ほとんどオーストラリアから輸入したの。2年間で20倍？すごい増えてるね。牛肉ブームだ。じゃあこの辺で牛丼屋さんが登場するの？牛丼屋さんがチェーン店になって全国展開するようになるのは1973年だから、もう少し後のことね。いきなりそれまでの20倍近い牛肉を輸入したことで、今度は日本のニーズを上回りすぎる量入ってきたもんだから、牛肉の価格が大暴落しちゃったの。しかも手当たり次第買い付けてきちゃったから、品質なんてもう全然見てなくて、低品質で美味しくないって、輸入牛は安くなってももう全然売れなくって、輸入業者は大損害。しかもね、この輸入した牛肉の値段が安すぎることで、今度は日本国内の畜産農家さん、これが価格で全然勝てなくなっちゃって、こっちも全然売れなくて大損害。おまけにこの頃って太平洋戦争が終わって10年くらいしか経ってなくて、日本はとっても貧しい状態だったから、輸出でお金を稼ぐってことが国としても重要だったの。今と違ってまだ海外旅行も自由にできなかった時代で、もう観光で稼ぐこともできなかった。だからもうこんな状態なのに、せっかく稼いだ大事なお金を使って牛肉買いすぎちゃった。なんだこの無駄遣いはって政府は大激怒。今度からは輸入量はお母さんが決めるから、あんたたちは勝手に買ってこないでってなったわけ。政府は牛肉の価格を安定させよう。極端に外国のお肉が安くならないようにしよう。日本の牛肉と公平な値段で売られるようにしようっていろいろ調整することにしたの。買い物が適当すぎる。さっきから耳が痛い。日本政府は牛肉の輸入制限はしてたけど、消費に合わせて輸入量自体は年々増えてったよ。1973年にはなんと18万トン、20年弱で100倍以上の輸入量になってった。すごい。日本人はそんなに牛肉食べるようになったんだね。そうなの。食生活はどんどん変わってった。外食産業もね。1971年 100% ビーフのハンバーガー、日本マクドナルド銀座に1号店をオープン。1973年、牛丼の吉野家がチェーン店展開を開始。どっちも大好き。当然これらのチェーン店展開が進むと牛肉の消費量が増えるよね。安さが売りの一つで、価格の手頃な輸入牛を必然的に使ってたから、ここで一つ問題が発生する。牛肉の輸入は国が管理してるっていうハードルです。一回お母さん激怒してるからね。例えば1970年代、日本マクドナルドはオーストラリアから牛肉を輸入してたんだけど、
この牛肉は一度農林水産省のところに行かなきゃいけない。そこから畜産事業団っていう団体のところに行って、その後ハンバーガー協会ってところで指定料割り当てられて、ようやくマクドナルドの工場にやってくるって流れだったの。一度怒らせるといろいろ面倒になるよね。知ってる。当時は日本の農家を守ることが最優先だったから、あんまり効率とかそういうことは重要視されてなかったの。ところがとうとうそのやり方が外国との間で問題になります。その相手はアメリカ。戦後日本は安価な日本製品をアメリカ向けに売ることで経済成長してきたんだ。綿や化学繊維製品、鉄鋼、カラーテレビなどの電化製品。1965年から日米貿易で日本は黒字。その後1970年代のオイルショックを経て、さらにそれの黒字が拡大していきます。オイルショックって説明すると長くなるから簡単に話すと、石油の値段が1973年から74年、このたった1年間で急に4倍になった。いろんなところで影響があっててね。例えば自動車はそれまでガソリンをどんどん使って走らせてたんだけど、石油の値段が上がったから、少ないガソリンでいっぱい走れる車がいいよねって、そういう価値観に変わっていったの。つまり低燃費っていうんだけど、日本の低燃費な車が人気になったの。外国でよく売れるようになったから、日本もじゃんじゃかアメリカに輸出するようになりました。確かにアメリカの車って最近は電気自動車とかあるけど、基本的に大きい車ってイメージがあるよね。そう、様々な日本製品がどんどんアメリカで売れてる。アメリカにとっては日本は物を売りつけてくるくせに、こっちのものはちっとも買ってくれない。牛肉も全然輸入してくれない。そんなのアメリカからしたらちっとも面白くないよね。なんて自分勝手な商売人だがってーむって話なわけ。お互い様みたいな関係ではなかったんだね。そこで1977年に始まったのが日米牛肉オレンジ交渉。アメリカは農業大国だから日本に農産物をもっと売りたい、もっと輸入しろって交渉はだいたい5年くらいの周期で3回繰り返されます。まず78年に合意した内容によって5年後の83年までに牛肉を3万トン輸入することが決定。続いて最初の交渉から5年後に二次交渉が始まります。ここではさらに5年後までに年間6900トンずつ増やしていくっていう合意が形成されたよ。さらに5年後には第3次交渉が行われて、ついには輸入枠そのものが撤廃。もう農林水産省を経由するとか複雑なルートはいらなくなったの。自由に日本へ輸出できるようになったんだね。そう。ただその代わり、まずはスタート時の関税は 70%。関税って輸出するときに相手の国に納める税金のことね。1000円のお肉の場合で言うとね、1000円の 70% だから関税は700円。つまり合計1700円のお肉になるっていうイメージね。そんな高くしちゃうの？いきなり高級品になっちゃったね。実はこれまで牛肉の輸入にはね、多くのところを通過しなきゃいけないっていう話をしてたけど、実はそこを通るたびに手数料が取られているし、国の団体は安くなりすぎないように関税とは別にね、調整金っていうものを取ってたの。だから最終的に最初の金額の3倍以上の金額になってたんだよ。自由化によって間に入る団体が減って手数料とか調整金はなくなったけど、そのまんまじゃ安くなりすぎるから今度は関税を高く取るようにしたの。最初は関税を高くして、その後、徐々に下げてこうっていう計画を立てたんだ。2000年には 38.5% まで下がってます。牛肉の輸入自由化が始まったことによって輸入量はさらに増えました。これだけ日本に牛肉が入ってくると大きな変化が生まれたよ。一つが牛丼屋さん。牛丼屋さんのチェーン店が一気に増えた。最初に話した吉野家だけじゃなくて松屋やすき家もあるけど、牛丼のチェーン店が1983年時点では301店舗だったんだけど、まず90年代に一気に増えて、そこから20年後には
10倍の3000店近くまで拡大したの。2022年のデータでは4500店舗まで増えてます。他にも牛角なんてね、焼肉のチェーン店も始まったりして、牛肉を食べることは私たちにとってより身近になりました。牛丼屋さんって今は当たり前みたいにあるけど、牛肉の輸入に合わせて一気に増えたんだ。そうして店舗が増えただけじゃなくて安くなったの。松屋が2000年に牛丼を400円から290円に、吉野家とすき家は2001年に280円にしました。マクドナルドも同時期の2000年にハンバーガーは59円、チーズバーガーは79円。安すぎ。僕のお小遣いで牛丼もハンバーガーもお腹いっぱい食べれちゃう。先生のお友達ですっごく大食いの子がいるんだけど、その子は一度に10個食べてたわ。懐かしい。今吉野家の牛丼並盛りが453円、マクドナルドのハンバーガーは170円。これさすがに値上がりはしているんだけど、当時はもうこんなに安くなっちゃって私たちもびっくりしたんだよ。関税が高かったって言っても、こんなことができるぐらい外国の牛肉って安かったってことだよね。そうなの。でもこの後21世紀に入ってから牛肉をめぐって様々な出来事が起こります。長くなってしまったから続きはまた次回にしよっか。今日も終わらなかった。BSE にかかった牛の肉を食べると人間も感染する可能性がある。食の安全や信用が揺らぐ事件が連続で起きてしまって、牛肉の輸入を全部ストップしたの。2倍以上の価格になってる。和牛は海外でも大人気。